学術的観点におけるイエスが説いた教え。イントロダクション。イエス・キリストの教えは、宗教的な文脈を超えて、歴史的、学術的な観点からも重要な研究対象となっています。本動画では、史実に基づいた学術的な視点から、イエスの教えの本質に迫ってみましょう。特に、その教えが当時の社会にもたらした革新性と、現代にも通じる普遍的な価値について、詳しく考察していきます。イエスの教えの歴史的背景。イエスさんってどんな時代に生きてたのだ？紀元1世紀のローマ帝国支配下のユダヤ社会で活動していたの。当時は政治的、社会的な緊張が高まっていた時期で、多くの人が救世主の到来を待ち望んでいたの。特にローマ帝国による支配と重税に苦しむ一般市民たちは、新しい指導者の出現を切望していたの。さらに宗教指導者たちの形式的な律法解釈に疑問を持つ人も多く存在していたのよ。なるほど。だからみんなの心に響いたのだな。当時の人は本当の意味で導きを求めてたのだな。愛と許しの教え。イエスさんの教えで一番大切なことって何なのだ？資料から見ると、イエスは神と隣人を愛することを一番大切にしていたの。特に注目するところは、当時としては革新的だった敵を愛するっていう教えね。これは単なる道徳的な教えじゃなくて、当時の社会構造そのものへの問いかけでもあったの。敵も愛さないといけないのだ。それは難しそうなのだ。でもそうすることで争いが減るということなのだな。そうね。これは当時の報復的な社会規範に対する挑戦的な考え方だったの。目には目をっていう考え方が一般的だった時代に、許しと和解を説いたのは画期的だったの。この教えは暴力の連鎖を断ち切る新しい可能性を示したのよ。社会正義と倫理。イエスさんは貧しい人たちのことも考えてたのだ。歴史的資料によると、イエスは社会的弱者への配慮を強く説いていたの。富の偏重を批判して、社会的地位や富よりも道徳的な生き方を大切にしていたの。特に注目るところは、当時の社会で差別されていた人たち、病人、貧者、異邦人に対して積極的に関わりを持っていたことね。彼らと食事を共にして対話を重ねて、その存在価値を認めていったのよ。今の時代にも通じる考え方なのだ。でもなぜそんなに革新的だったのだ？当時はどんな考え方が一般的だったのだ？当時の社会では貧困や病気は罪の結果だと考えられていたの。そんな中でイエスは社会的弱者に寄り添って彼らの尊厳を認める姿勢を示したの。これは当時の社会通念を大きく覆す考え方だったわ。革新的な教育方法。イエスさんはどうやってみんなに教えてただ？特別な方法があったのだ。たとえ話を多用していたのが特徴ね。複雑な概念を身近な例えで説明することで、誰もが理解しやすいように工夫していたの。農業や漁業、日常生活の出来事とか、当時の人にとって馴染みのある題材を巧みに使って教えを説いていたの。これによって学問のない一般の人でも深い真理を理解することができたのよ。なるほど。わかりやすく説明するのが上手だったのだな。今でいうわかりやすい例えも先駆者だったということなのだ。まとめ。イエスの教えは、愛と許し、社会正義、そして倫理的な生き方を中心に据えた包括的なものでした。その教えの多くは、宗教的な文脈を超えて、現代社会にも大きな示唆を与え続けています。学術的な研究によって明らかになった彼の教えの本質は、人類の普遍的な価値観の形成に大きな影響を与えたと言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。